ィッシングギャングのあずさです。沖縄の釣りですね、いろいろあります。ルアーフィッシングのおかっぱりであったり、船の釣りだったり、あとは泳がせとか打ち込みとか餌釣りですね。いろんなジャンルがあるんですけど、今回は陸からのルアー釣りというところで、説明していきたいと思います。その3つのジャンルですね。まず1つライトゲーム、そしてもう1つミドルゲーム、そして最後にビッグゲーム、この3つで今回はくくって説明していきたいと思います。ざっくりターゲットで分けてみました。まずライトゲームですね。メッキ、チヌ、カマス、ミーバイ、そしてミキュウ、ハゼ、クワガナなどですね。そしてミドルゲームのターゲットですね。タマン、笛吹き類ですね。あとはガーラとかタチウオとか赤ジンなどです。そしてビッグゲーム、これはもう GT、マグロ、シイラ、サメなどですね。こういう感じのくくりで今回は説明していきたいと思います。もう格闘技と一緒ですね。体重で分けて、主に何でくくってるかといったら、やっぱりサイズによってやっぱ大きさとかでも変わってくるので、だいたい魚の重さで分けてます。イメージとしてはライトゲームで狙うターゲットは1キロ未満ぐらいですね。そのぐらいの魚を狙ってる釣りを今回ライトゲームとしてやっています。でミドルターゲットは1キロ以上、そしてそうですね、5、6キロぐらいまでですかね。今でかくて8キロとかそれぐらいのサイズを狙うのをミドルゲームとやっていきます。でもビッグゲームはもう10キロ以上から、こういうサメとかだったら100キロとか、そういうイメージですね。でくくっていきたいと思います。でこのいろいろやっぱ沖縄のおかっぱりでもライト、ミドル、ビッグといろいろあるんですけど、タックルセレクトが本当に難しいです。やっぱ自己的に大きい魚が来ることっていうのはたまにあるんですけど、しっかりそのターゲットを狙って取るってなった時に、ベストなタックルで挑まないといけません。で今ですね、こう丸を3つ書いてるんですけど、ちょっと重なってる部分があります。これは何なのかというと、例えばマングローブジャックとかで、ここはもう赤ナーとか、例えばこのミドルタックルで、タチを狙う時とかはだいたいP1.55 とかそれぐらいでやるんですけど、そこにやっぱ赤ナーが来ちゃうと結構切られる。だいたいこうタマンとかガーラ、赤ジンとかこの辺のタックルで8キロぐらいの、8キロというかそこそこ5キロ超えてるような赤ナーだとやっぱよく切られたりするんですよ。だからってビッグゲームのタックルでやるにはちょっとなかなか食わせにくいっていう、この中間がいるんですよね。ライトタックルでは取れないけどミドルで食わすのがちょっと難しいターゲットっていうのがいろいろいます。代表でいうとやっぱマングローブジャックとか、バラフエダイですね。でこの辺はまた結構ニッチなんですけど、ちゃんと専用タックルを組めば狙って釣ることもできます。はい、じゃあ一応書いてきます。中に書くのあれですね。上に書きますか。はい、マングローブジャックとかレッドバスですねが入ってきます。ターゲットを狙っていく中で一番重要なタックルっていうのが糸です。やっぱり状況によっても糸の号数っていうのは変わると思うんですけど、やっぱ無理に細いラインでやると場所を荒らしてしまうだけなので、狙う上で食うのであればできるだけ太いラインの方がいいです。でそのいい塩梅っていうのを、僕の経験上でベストなラインの号数書いていきたいと思います。だいたいライトゲームですね、下は P0.35 から 1.25 ぐらいがベストじゃないかなと思います。はい、じゃあ書いていきます。0.3 から 1.2 ぐらいですね。はい、でそれに合わせたリーダーですね。リーダーはそうですね、4ポンドとかだと結構刃で切られたりするので、僕はだいたい6ポンドから使います。6からそうですね、20ポンドぐらいですね。はい、でリールの番手です。はい、リールの番手は1000番からだいたい3000番ぐらいですね。はい、これがライトタックルで、一番使用する
ラインの号数とリールのサイズです。はい、じゃあ次はこちらミドルですね。ミドルが結構難しいというか、ベイトに合わせてタックルがもう極端に変わるので、例えばガーラとかもマイクロベイトパターンの時と、イワシ系の未順食ってる時っていうのがあって、それに合わせてルアーの重さが変わることによってそれに耐えるラインの号数も変わってくるので、そこはちょっといろいろばらつきはあるんですけど、だいたい P の 1.5 号ぐらいですね。1.5 から3号ぐらいを使用します。リーダーが20からそうですね60ポンドぐらいですね。はい、60ポンドを使用します。でリールの大きさなんですけど、リールはだいたいそうですね、タチウオとかも込めると3000番だな、3000番からだいたい6000番ぐらいですね。はい、これぐらいの、ラインとリール番手になってきます。はい、でそうですね、ビッグゲームはもうできるだけ太ければ太いほどいいです。でやっぱり、GT とかそうですね、マグロはちょっとあれなんですけど、 GT とかシイラとかサメとかってあんまりラインの号数によって見切ったりとかはないんですよ。ラインを見ることによって見切るっていうのはあんまりなくて、そのラインが太すぎることによってルアーの泳ぎが悪くなってそれを見切るっていうのはあるんですけど、糸が太くても基本的に食べてくる魚ばっかりなので、このビッグゲームのターゲットっていうのはなので、ガイド抜けいいんであれば太ければ太いほどやっぱキャッチ率上がるのでいいです。あとは体力にもよるんですけど、ある程度パワーのある人は太いラインの方が絶対いいんで、はい、でそのベストをちょっと書いていきますね。はい、だいたいそうですね、シイラとか陸から狙うってなると、これに関してはもう本当に飛距離が出てなんぼというか、飛距離が出る人がやっぱよく釣るターゲットです。でマグロとかもそうなんですけど、大体この辺は飛距離が重要になってくるので、その場合は4号とかですね、4号で、そこからだいたい10号とかですね、ルアーでやるんであれば。でリーダーが100から200ポンドぐらいですね。はい、を使用します。そしてリールは8000番から2万番ぐらいですね。はい、これぐらいのラインとリールを使用します。で餌釣りとかになるともう少し太くても大丈夫なんですけど、だいたいルアーで、ルアーの道具で投げれる限界っていうのがやっぱこれぐらいだと思うので、この範囲内で、僕の釣りはほとんど完結します。はい、これに合わせた竿ですね、今回いくつか持ってきてるので紹介します。で基本的にはもうラインに合わせます。投げるルアー、それに合わせた糸で、それに竿を合わせていく感じですね。なので基本的にはもうラインに竿を合わせるっていうのを意識してください。はい、でこの辺からやっていきましょう。まず P0.3 号を使うときはこういった感じで、リールはもう C2000 番クラス、もうボディは1000番クラスのリールなので、こういったリールにプライアブルの68といった、結構トラウトタックルっぽい感じのロッドを使用します。でこれ使う時っていうのは、僕はもう例えばアジングとかメバルのワーム投げたりとか、あとは本当に4センチ、でかくても5センチぐらいのプラグを投げる時、そういった時にこういったライトタックルを使用します。でもう少し、サイズが上がる時、例えばチヌの40センチオーバーがいるとか、ちょっと1キロぐらいありそうなミーバイだなとかなると、ちょっとこのタックルじゃ不安、そして P の 0.3 号だとちょっとゼイゴとかに当たって切られる可能性もあるし、ちょっと危ないかもなってなった時はもう少し強くして、こういった7フィート3インチのミディアムライトとか
ウルトラライトからちょっとミディアムライトにして、例えば障害物を回避したりとかラインの号数上げて挑んだりします。だいたいそうですね、もうライトゲームは本当に、2本もいらないと思うんですけど、だいたい 15g 以下を投げるロッドがあれば完結すると思います。どちらかというとこう、ドラグ滑らしてラインを出せばある程度大きい魚が来ても取れるんですけど、ただ問題はこう抜き上げとかが出てくるんですよね。この足場が高いとこから魚を抜き上げないといけないっていうことが出てきた時に、やっぱその時ラインの号数ってある程度太くないといけないので、釣る状況によってもまた違います。だからやっぱライトの方が引きを楽しむって面では楽しいんですけど、最後の抜き上げまで考えるとワンランクパワーを上げたりとか、これはステラの C2000 番ですね。はい、で大体このプライアブルの73に合わせてるリールは C3000 番ぐらいのリールです感じですね。大体もうこの辺あればおかっぱりは遊べまくれます。続いてミドルタックルの説明していきます。僕がよく使うロッドは、こちらのブードゥの78というロッドです。スピニングでやるときはもうこれをよく使ってるんですけど、その時に合わせてるリールっていうのが4000番から C5000 番のリールです。それにだいたい P1.55 とか、2号巻いてやっています。例えば立ちを狙う時とかやっぱり飛距離が大事だったりするので、1.5 号とかでやることが多いんですけど、タマンとか赤ジンとかこう根に擦れる系の魚を狙う時は2号を使うことが多いです。で、河川で例えばミーバイ狙う時とか、ある程度こういった大きいルアーを投げる時っていうのはベイトを使います。はい、で今持っているのがこちらシューターの58っていう竿に、エクセンスのリールつけて、これ P3 号です。はい、結構太いんですけど、ベイトの時はもう太くても飛距離変わらないので、極力太いラインを入れています。でその他にもスピニングでも例えば6000番のリールを使って P3 号を巻いて赤ジンを狙ったりとか、ガーラ類、例えば霞アジとかですね、結構引きの強いガーラ狙う時は6000番クラスでやっています。でなんでこの8000番とかじゃ食わないのかってなると、この赤ジンとか霞アジとかって結構絶妙なラインで、あんまりこうルアーが大きすぎると見切るんですよね。見には来るんですけど食わないとかあって、でちょっと P1.5 号とかやっちゃうと切られるぐらい引き強いんで、ちょっと難しいんですよ。この霞とか赤ジンって独特な立ち位置にあって、本当にベストなタックルっていうのが P3 号に6000番のリールだと思います。それを、僕のフィデリティから出ているロッドで言えば 96MH が本当にベストなタックルなので、僕はもうミドルゲームは 96MH に6000番、タックル 1.5 号とか使う時はこちらのブードゥ78、もしくはプライアブルの81とかでだいたい完結しています。でベイトなんですけど、もう少しルアーがちっちゃい時とかは、P2 号使ったりとかもします。P3 号を使うリールって結構大きいんですよね。だいたい6000番とかで、リールちっちゃくても5000番とかで P3 号とか使うんですけど、やっぱタックルどうしても重たいんですよ。リールが重たいんで。ただベイトの場合リールが軽いのに太いライン負けるんで、空気抵抗が大きかったりこうヘビー級のルアーもタックルが軽いので疲れないんですよね、使ってて。河川とかは本当にベイトの方が超過も上がるし有利だなと思います。海では飛距離が大事なのでベイトを使うことはあんまないですけど、河川とかだともう絶対ベイトがいいですね。はい、続いてはこちらのビッグゲームのタックルです。はい、磯場とかで使うときは主に2タックル使っています。ビッグゲームの中でもライトな方はコルトスナイパーの106プラッキングスペシャルっていうのを使っています。これはもう主に万引カー狙い、シーラですね。シーラを狙うときによく使っている道具です。でシーラを狙うときもやっぱ目視で確認して投げるっていうやり方と、あとずっと投げ続けるやり方両方あるんですけど、僕は基本的にずっと投げる釣りをやるのでタックルが軽い方がいいです。前までリールは14000番を使ってやってたんですけど、やっぱりずっと投げ続けてると結構しんどいなってなってきたので、去年から8000番でやっています。
リールの重さが全然違うので、ラインはこちら P の4号です。シーラって言ってもやっぱり急に大きいのが来たりとか、場合によってはカジキが来る可能性もあるので、ラインはどうしても 300m 巻かないといけないです。で、だいたい8000番のリールだと P4 号が 300m 巻けるので、それに合わせてやっています。シーラは根に行く魚ではないので、走らせればなんとかなります。だから4号でも大丈夫かなっていう感じですね。ただ一時軽石がバーって出た時は水面でラインが軽石に擦れて劣化がすごい早かったんですよ。ああいう時はある程度メインライン太くないと強度が保てなかったので14000番でやってましたけど、もう今軽石ほとんどなくなってるので8000番でもシーラは全然通用します。はい、で次に GT とか狙う時ですね。 GT 狙う時はこういった感じで14000番使用します。はい、これは14000番使うって言っても GT にはちょっとちっちゃいんですよ、初話からってなると。パワー面でもそうだし、ちょっとラインキャパ的にもちょっと不安だなっていうのはあるんですけど、ただある程度走らしきれる場所とかきつくないところであれば14000番あれば十分です。これに P ラインの8号を 200m 巻いています。6号を 300m 巻くのもありだと思っていて、例えばシーラと GT 両方狙いたいっていう場合だと14000番に6号300巻くのもベストだと思います。僕の場合はシーラと GT は使い分けるんですけど、一つのタックルで狙いたいって方は14000番に6号300がおすすめです。これはロッドが GTV の86ですね。これとスナイパーに比べたら短いんですけど、GT の場合はもうあんまり遠投することっていうか、遠投に特化しちゃうとやっぱ切られることがあるので、これぐらいパワーが必要です。と遠投重視とパワー重視っていうところでタックルは使い分けています。でも大は小を兼ねるじゃないんですけど、 GTV でシーラーを狙えないことも全くなくて、 P6 号にすれば8号よりはもちろん飛ぶので、こちらの GTV でシーラーを狙うことも全然できます。次はリバー GT のタックルです。これはビッグゲームっていうか、どっちかっていうとラインの号数でいうと結構ミドル寄りだとは思うんですけど、ただ独特なジャンルですよね。独特なジャンルなんですけど、最近はほんとちょっと細かく分けて2タックル使っています。はい、今まで使ってたのがこちらデプスさんのヒュージカスタムの62っていうモデルで、これに P6 号から8号を巻いてやっていたんですけど、去年からちょっと反応が悪かったというか、大きいルアーが逆に見切られることがあったので、サイズを下げたところ一発でヒットしたんですよね。で、改めて今までやってきてどんどんルアーを大きくしてたんですけど、一周戻ってサイズダウンさせたら反応がまた良くなったので、これは2タックル必要だなっていうので、分けました。こちらのタックルはだいたいそうですね、大きさでいうとジョインテッドクローマグラムっていうルアーがあるんですけど、これ22センチだったと思うんですけど、だいたいこれぐらいのルアーを使うまでがミドルタックルで、このタックルは P ラインの4号を巻いています。で、リーダーが120ポンド使用しています。リバー GT の中でのミドルタックルといいますか、ちっちゃいルアーは本当にジョインテッドクロー178とか投げたりするので、 P5 号だとやっぱりちょっと飛距離が物足りないなとか、ちょっと操作感が悪いなって思う場面があるので、 P4 号がベストな環境もあります。で、もう一つはいつも通りのヒュージカスタム。これはもう重たいルアー投げるときですね、ビッグベイトじゃなくてもその一つ上のジャイアントベイトと呼ばれるサイズのルアーを使うときはもうこれぐらいパワーないと無理なので、2つあれば状況に合わせきれると思います。はい、ということで、タックルの説明でした。最後に出てきたリバー GT はちょっと独特で例外なんですけど、主に今日紹介したライトゲームのタックルとミドルゲームのタックルとビッグゲームのタックル、これぐらいのラインシステムを基準に考えていただければ問題ないと思います。ということで、沖縄ルアーフィッシング丸分かりでした。今回もご視聴ありがとうございました。Fishing gang,